玉川雄光さん、当時13歳。爆心地から約 1.8km 離れた松原町で被爆。被爆した当日は、我々は中島本町の家屋疎開の後片付けということで、作業に行く時は、汽車通学者も広島市内の電車を利用してもいいということになっておりましたので、1番列車でいつも通ってたのが2番列車で行っても市電に乗れば集合場所の中島本町の現在の平和公園の国際会議場のすぐ川淵のところですが、そこへ集合することになっておりましたので、汽車が定刻通り走れば集合時間に十分間に合うという計算で、当日は2番列車に乗りました。でところがその汽車が運行を始めましたら、空襲警報が発令されまして、空襲警報が発令されますと汽車は一旦停止をして、そして解除したら徐行運転をするという状態で、汽車が遅れました。したがって広島駅に着いたのが8時ちょっと過ぎだったと思います。それで市電の停留所に友達と一緒に並んで、市電に乗るためにその場所におったわけです。爆心地から 1.8 キロの距離に当たろうと思います。目の前がもうちょうど電車のパンタグラフのところで青白い光がバーッとしたような感じの、瞬間的に青白い光を感じまして、接触があまり良くない時にわーっと青白い炎を引っ張ったような感じでスパークが見えることなんですね。パチッと光るはあれじゃなくてね、ベーッと熱線と爆風と放射能という3つの害を受けるのが原子爆弾ですが、その中の熱線を感じた、光を感じて熱線を受けたところまではある程度記憶にあるんですが、あとは記憶がありません。音もだから記憶に残っておりません。で私は気がついたところが、立ってた位置から20メーターか30メーター離れたところで倒れてたような気がするんですよね。だから私も頭の後ろに後頭部に大きな炭鉱部ができてました。後で気がつきましたらね。正気に戻りましたら辺りは真っ暗でした。で真っ暗で、うずくまってしばらく、どうしたらいいかわからないままにうずくまっておりましたら、だんだん視界がある程度効くように夜明けのような感じで見え始めました。で見え始めたら、広島駅前から見えるべき建物でない八丁堀の福屋のデパートと中国新聞社のビルがありましたが、その2つがかすかに見えるようになりました。それでもうびっくりして、もうこれは大変な被害が出てるんだなということを感じ取りまして、同じ列車で友達が確か11人一緒におったと思いますが、で辺りを見回したけど一緒にいた友達一人として見つかりませんでした。うずくまった人が少しずつごそごそ動いてる感じはあったんですけども、友達はついに見当たりませんでした。しかしそういう状況ですので、私はもうこれでは集合場所まで行ってもどうにもならないだろうということで、とりあえず避難をしようということで、広島駅の西側を通ったと思うんですが、現在の新幹線口の方に東練兵場という軍の練兵場がありました。そこへ誰言う
いうことなくそちらの方にみんなが動いてたんだような気もするんですが、私もその中そういう形で東練兵場に避難をしました。途中で上半身だけ道路に出て家屋の下敷きになってるような人が助けてくれなんてバタバタされるのを見たような記憶はしますけども、もう助けようがないですし、日本刀の鞘がなくなった軍刀を杖に仁王立ちになってたような兵隊さんに出会ったのも記憶に残ってます。それから、ピンポン玉のような形で眼球目が飛び出してるって転がってるような人にも出会いました。まあ正常な状態じゃないですからね。で夜がまだ明けきらないうちに同じ西条の国民学校から広島二中に入りました加納君というのが友達がおりましたんですが、その加納君のお母さんが私のうちに私が帰ったということが分かったんか来られましてですね、で私にうちの息子はどうしたかどうしたかって何でも聞かれました。でも答えようがないんで、まあその日は朝また帰られたんですが、その加納君のお母さんがもう翌日もまた来られてどうかを何か手がかりを見つけようと思っていろいろと私をに聞かれるんですがもう何もその記憶にありませんし、で3日目ぐらいですかね来てやっぱり私にもうしがみつくようにして加納君のお母さんが聞かれるもんですから、私の母ももううちの子供にいくら聞かれてもわからないものはわからんのですからもう来ないでくださいという声を荒げて加納君のお母さんに言ったのが記憶に残っております。いやだからもうなんで生きて帰っただろうかという気持ちがまずしましたよね。一緒におったのがもうそれ以来消息をね絶ったという人と、でまあ一方では帰って学校にまた行ってるという状態でをね、その目の当たりに感じるような状態はとても耐えきれないような気持ちであったことは事実ですね。戦争でお互いが傷つけ合ってうんぬんするよりも平和であれば本当にアメリカの人であろうと朝鮮の人であろうと助けてやろうという本当に真心を持ってあれやっていただいたことにですね、非常に私は今日あることを感謝しております。その原爆ドームのところに安らかにお眠りください、過ちは二度と犯しませんからというあれがありますけども、それは主語は誰かという問題もよく考えて、やっぱり人間そのものが生けとし生ける動植物の中でその人間というものが過ちを犯した結果が原爆を武器に使ったりなんかしてるわけですね。ですからあそこで頭を下げられる人はやっぱりそれぞれ国籍とか何とか関係なくですね、過ちを犯しませんという気持ちであそこで頭を下げてもらえれば本当に平和が来るんじゃないかと。だからアメリカでも日本でもロシアでも何でもないんですよね。人間がそういうことを開発してそういう武器に使ってそういう悲惨な思いをさせてというようなことで過ちを犯したのは人間だというふうに私は解釈するんです。もう戦争なんていうのはもう絶対にしちゃいかんなと。で原爆なんていうのを武器に使うような対立を絶対に避けなきゃいかんなという気持ちでいっぱいです。